こんにちは、ゆかです。先日、すっごい面白いことが起きて、私、その時、娘と一緒にレストランで食事してたんですよ。そしたら、私たちの隣のテーブルに、インド系の男性が2人スーッと入ってきて座ったんですね。で、どうやら電話をしてるんですけれど、電話の向こう側の相手に、今日はちょっと悪いけど会えそうにないよ。ごめんねっていう電話をしてるんですね。で、15分、20分とかすごい長い間、こういう理由で本当に会いたいのに会えないんだよって話をしてるんですけど、それがね、全くの嘘なの。でね、私結構面白くって、もう娘との会話もそこそこに、そっちの方も気になってしょうがない。いうのがね、もうその男性が言ってる言い訳がめっちゃくちゃで、男性はね、どうやら電話の向こう側にいる人と、その日の夜、約束があったっぽいんですよ。そこの二人の男性がね。なんだけども断ってるんですね。で、その理由が、怪我をしちゃってて、とても会える状態じゃないって言うんですよ。で、その電話してる男性は、自分も今ちょうど病院来たところで、これから手術だよって言ってる。ちなみに、ハンバーガー頬張りながらね、言ってんの。で、その男性の説明によると、目の前にいる、自分の親友も、とっても、大変な思いをして、今車椅子に座ってるんだよ、とか言ってて。で、もなんかね、電話口での口調は、すごく誠意ある理由を、もういっぱい述べてるように聞こえるんですよね。なんだけど、言ってることは全くの嘘で、もう二人ともすっごい元気で、二人とも美味しそうに食事してるのに、今二人とも、とにかく大怪我で、手術をしなきゃいけないような状態だから、とても会えない。本当に残念だと断ってる。当分の間きっと無理そうだね、みたいなことも言ってんですよ。で、私はそれを聞いて、へえ、多分、電話の向こう側は、きっと女性で、デートの約束があったんだろうと。でもよくよく考えたら、男性は、やっぱり彼女あるいは彼女たちなのかわかんないけど、その人に会うのをやめようって決めて、その言い訳の電話をしてるんだと思うんですよね。その理由はわかんないですよ。もっといい誰かに会っちゃったのか、それとも、あの時素敵な人だと思ったけど、次の日になってみたらね、まあ、アルコールも抜けて、正気に戻ったら、思ったほどいい人じゃないかもしれないみたいに思ったのか、なんか、わかんないけどね、言い訳をしてて、で、私それ面白くって、娘も、えって話を聞いてるんだけど、もう、そのインド人男性が説明してる状況とあまりに現実に違いすぎて、病院にもいないし、レストランでゆっくり食事してて、なんなら追加注文とかもしてんですよ。電話で今日会えない理由とかね、言いながら。だから、もう面白くて、って思わず何回も男性の顔こう見ちゃって、そしたら男性もこんな感じ。まあね、みたいな。だから多分、嘘言ってるんだろうなと思って、嘘言ってるっていう認識はある。でね、私、その時にね、彼らは限りなく優しい嘘をついてるんじゃないかってちょっとね、思い出したんですよ。っていうのが、その男性に会うのを楽しみにしていた女性っていうのがいたとして、彼女はきっと女性だからね、何時間も前からいろいろな用意をすると思うんですよ。下手したら前の日とかね、2、3日前から何着てこうとかってやるでしょ。でも、それを断るには、相当絶対会えない理由が必要で、断るってことは、その女性に対してそんなに思い入れがないわけだから、できるだけ今後も会わなくていい理由を言いたい。そういう時に、
多分入院しちゃったり手術したりって言ったら、絶対そういうデートみたいなことは当分起こらないし、なんなら、女性の方も電話しにくいじゃないですか。どう？怪我は治ってきた？そろそろ私とデートできんの？みたいなこと言いにくいでしょ？だからね、その男性はすごく優しい嘘をついたと。なんならその女性は友達にもきっと家族にも、こういう人たちと会ってね、デート行くんだって話してたのを、こういう理由で会えなくなっちゃったんだ。ほんとしょうがないよねってこう言えるぐらいのね、説明をして、でね、おそらくですよ、おそらくその電話の向こう側の人も、その理由が本当じゃないようなことは気づくと思う。明らかに明らかにっていうところはわかんないけど、でもなんか、なんとなく気づくと思うんですよね。なんだけど、誰も傷つけることなく、嘘をつくっていうのを、なんかありなんじゃないかなって私思っちゃって、ふとね、自分で考えたんですよね。私は、もしかして正直でありたいっていう自分の価値観があったために、相当いろんな人たちを傷つけてきたってことはないかなって。っていうのがね、私、もうほんとに、あの、超がつくほどの生真面目に、絶対に嘘はつかないっていう生き方をすることに決め、20歳ぐらいの時に。その前からもね、そういう兆候はあったんだけど、もう嘘はつかないっていう風に決めたのが20歳で、そっからね、かなり長いこと、ちょっとしたことも嘘をつかない生活をしてきたんですよね。だから、例えば、そうそう。一つあるのはね、えっと、アメリカに留学してる時にね、それは10代の頃だけどね、あるアメリカ人の男の子のガールフレンドが綺麗だと思うかって聞かれたんですよね。で、その男の子にしてみれば、自分のガールフレンドはすごく綺麗だと思ってるんですよ。美人だって。世界一可愛いと思ってるみたいなことで彼は言ってて、で、ゆかはどう思うって。日本人としてこの顔ってどう思う？すごい美人だと自分は思ってんだけど、どう？って聞かれて、私ね、その時ね、美人だ、可愛いとかって言えなかったですね。私の美の基準としては、申し訳ないんだけれども、綺麗だな、可愛いなっていう風には思わなかった。すごくユニークな、印象に残る顔だなとは思ったけど、美人だな、可愛いなっていう私の価値観、私がいいなって思うとこからはちょっとずれてたんですよね。だから、その時はその人に、ごめんね、私、嘘はつけないからって言って、笑っなんかニコッと笑って会話が終わったみたいなね。で、彼は何度か聞いてきたんだけど、私はね、自分はどう思うかっていうのをね、その時に言わなかった。で、お互いに10代だったから、わかんないな。でもなんか、向こうはどう思ったか今でもわかんない。うん。彼はね、その話をそれ以降しなかったし、あんまりね、どう感じたのかとかね、わかんない。あとね、誰かに映画とか本とかを紹介されてみて、で、自分はそんなに面白くないなって思っても、その通りにずけずけと自分だけの価値観に基づいて、これこれこういう理由で自分には面白く感じなかったとかって答えてましたね。別に本当のこと言わなくても、紹介してくれてありがとうねって、こういうところが考えさせられたよ、また何かあったら紹介してねって言っても、
全然いいと思うし、自分にとっても何にももう痛くも痒くもない嘘じゃないですか、その程度のはね。でも私は本当にどんな小さな嘘でもつかない決めて、本当にその通りに生きてきたばっかりに、自分の欲を優先したばっかりに、もしかしてすごいいろいろな人をね、無意識のうちに純粋な気持ちで傷つけたかもしんないななんてね、ちょっとね、ふと思ったんですよね。なんかね、嘘をつくのはいいか悪いかっていうとね、一般的な価値観では良くないこととされるけれど、でもね、すべて本当のことを言わなくてはいけないかっていうと、もしかしたら知らないことが幸せっていうこともあるのかなとかね。それで、私その先日のインド人男性のね、デートお断り電話をね、聞きながら、優しい嘘っていうのはあるのかもしれないってふっとね、突然気づいたんですよね。だから、私も嘘はつかない、正直でまっすぐな私っていうのをね、多分、私の身の回りの人たちも評価してくれてるところはあったと思う。だから、私だったらどう思うのかっていう正直な意見を聞きたいって言ってね、私になんか聞いてきてくれる人もいたんだけど、でもね、私がね、つくづく気づいたのは、自分はもちろん心の中にあることを全部外に出せば楽なんだけれども、それをね、相手がその時に受け取れる準備ができていないこともあるなって。だから、私はその時に言わなくていいことを言わないようにしようかななんてちょっとね、思いました。そこはね、考えなきゃいけないなって。相手がどういう人か、相手が今どういう状況にいるのかっていうことを考えて、優しい嘘っていうのがあるかどうかはわからない。この絶対に嘘をつきたくない、正直でいたいっていう信念のもとにね、ずっと生きてきてしまった私なので、なんだけど、全部をそのまま出さなくてもいいくて、私だけのものとして、その必要な時が来るまでは留めておいてもいいことって、いろいろあるのかもしれないなと思うに至りました。ちょっとね、うん、まあ、反省も込めての話でした。これ見てくれてる人たちも、答えってこれね、結局出ないと思うんですよね。嘘をつくのはいいことなのか悪いことなのか、優しい嘘っていうのが果たしてあるのかないのか。でも、間違いなく言えるのは、すべての人がありとあらゆる情報を欲しいと思っても手を伸ばしたときに、受け取れる、あるいは理解できる状態にあるとは限らないっていうこと。だからね、何か言葉を発するとき、情報を伝えるときに、相手の立場少し考えて発言するっていうのは、やっぱり相手をいたわる気持ちにもつながるのかななんて思いました。うん、私ちょっと自分でもゆっくりはしてるんですよ。なんだけど、変にストイックなところがあるなっていうのはちょっと自覚してて、人にもそれをそのまんま当てはめようとしてしまってたところがあるかななんて。うん、なので、自分にも人にももっと優しく生きたいなと思いました。ということで、じゃあ今日も聞いてくれてありがとう。
じゃあね。